はい、YouTube、オーノマン TV のオーノマンです。本日の動画は、以前私がネットで海外から購入して、そして実際に服用したイベルメクチンの効果についてお話ししたいと思います。簡単にこれまでの経緯をお話ししますと、私は今年の7月下旬に今の世界中で感染拡大している新型コロナに感染しました。10日間の自宅療養となった私に実際に現れた症状として、発熱、鼻水、喉の痛み、筋肉の痛み、関節の痛み、そして下痢となってます。コロナになった感想としては、やや治りにくい風邪といったところでしょうか。むしろ、これ普通の風邪と何が違うのというのが正直な感想です。ただ、熱が数日間下がらない。また、激しい喉の痛みや下痢が療養最終日まで続くなど、いつもの風邪とは違う印象を受けました。流行序盤こそはコロナは未知の存在でした。確かコロナになると胸の苦しみや肺にガラスが突き刺さるような激しい痛みがあるなど、呼吸器系がやられるといった報告が数多く報告されて、それを聞いた多くの国民がマスメディアに騙されて恐怖のずんどん底に突き落とされました。ところが今では熱が出た段階でコロナじゃないのと全てがごちゃごちゃになった状態となってます。私は今回イベルメクチンをこちらの動画内で紹介したサイトから購入しました。注文してから届くまでに約2週間かかりました。それでは発表したいと思います。イベルメクチンを服用したことによって私の体に起きた効果は、特に何もありませんでした。はい。服用は 12mg1 錠を週1回、それを3週間続けました。これで服用はやめました。というのは、実際にイベルメクチンを服用した頃というのは、コロナの療養終了から2週間近く経過した段階で、俗に言うコロナ後遺症というものもありませんでした。強いて言えば、軽く痰が絡む程度。以前の動画でお話しした ED はコロナ後遺症とは関係ないかもしれません。おかげさまで今は全開バリバリです。確かに本来、蟯虫対策用のイベルメクチンではありますが、あくまで感染後の初期段階で服用していたら効果があったと思われます。だから今回は当然の結果かもしれません。イベルメクチンは残り2錠あります。今後再び感染した時用に取っておきたいと思います。なんせワクチンを5回打っても感染する人がいるくらいの感染力の強い恐怖の殺人ウイルスなのですから。ちなみに私は今、蓄膿症の治療を受けてます。蓄膿症、正式名称副鼻腔炎は、副鼻腔に菌やウイルスが入り込むことによって起こる炎症です。で、蓄膿症になってから試しにイベルメクチンを1錠飲んでみました。残念ながら効果はありませんでした。病院からもらった蓄膿症の薬も飲んでいたので、それとイベルメクチンが化学反応を起こして ED になってしまったら嫌なので、1錠だけ飲んでやめました。残念ながら今回はイベルメクチンがコロナに効くかどうかを検証することはできませんでした。ただですね、私の手元に届いたイベルメクチンが果たして本物かどうかはわかりません。新型コロナにイベルメクチンが効くという情報が世界中で流れ始めてから、その偽物も流通するようになったのは事実のようです。ここにイベルメクチンの残りがあります。で、この包装資材なんですけど、最初に手に取った時の違和感、このアルミの質の悪さ、見えますか？で、こちらが私が今現在蓄膿症で飲んでいる薬です。こうして比べてみると、包装資材の質の違いがよくわかります。で、さらにこちらの薬には刻印があります。これは薬を判別するためのもののようです。
対するこちらには刻印がありません。だからですね、もしかしたら私はそもそも本物のイベルメクチンを飲んでいなかったかもしれません。全く違う薬で、下手したら何らかの副反応で苦しんでいたかもしれません。これが薬の個人輸入の怖さ。なので今後、海外からバイアグラを個人輸入しようと考えている皆さん、自己責任で行いましょう。個人輸入は誰も保証してくれません。今回は海外からイベルメクチンを買ってみましたが、今後は本物のイベルメクチンすら使う機会が訪れることはないかもしれないということです。ワールドカップサッカー皆さん見てますか？まさかあの国が優勝するとは。で、ご覧いただいてもわかるように、海外ではすでにコロナは過去のこととなってます。それなのに日本は消えかかってる火を一生懸命大きくさせようとしているとしか思いません。だから皆さん、そろそろ目を覚ましましょう。とりあえず外を歩くときはマスクを外しましょう。そろそろ次に向けて動き出しましょう。ということで、いろいろと喋りましたが、本日の動画は以上です。もしこんな蓄膿症の派遣支援に興味のある方はぜひチャンネルの登録をお願いいたします。それでは皆さん、バイバイ。